日本語にはワクワクとかドキドキとかヘトヘトとか音で表す言葉すっごく多いと思いませんか？シラの日本語ポッドキャスト。こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。今日はタイトルにもある通りオノマトペという音についてお話ししていきたいなと思うのですが、皆さんどうですか？日本語を勉強していてこういう音難しいなと思ったことありませんか？特に自分の国の言葉で小さい時から音について覚えていると、違う国の言葉のオノマトペを聞いた時にこれ全然違うじゃんとか、犬とか猫とか動物でも全然違うよねって思うことたくさんあるんじゃないかなと思うのですが、今日はそのオノマトペについてお話ししていきたいなと思います。はい、ということで早速オノマトペについてお話ししていきたいなと思うのですが、まずこのオノマトペとはどんなことなのかというのを説明したいなと思います。オノマトペというのは音のことですね。犬が鳴いています。日本ではワンワン鳴いていますと言います。猫だったらニャーニャーと鳴きます。こんな風に音を文字にすることをオノマトペと言いますが、日本はこのオノマトペなんと4000語以上あるそうです私も今回このポッドキャストを作る上で少し調べてみたのですが、まさか4000語以上もあるなんて今まで知らなくてすっごく驚きました。日本語を勉強している皆さんはこれを聞くと音だけでオノマトペだけで4000語？もう日本語無理じゃんって思った方ももしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思うのですが、よく使うものから一つずつゆっくりと覚えていけばいいと思うのと、このオノマトペは使えたら可愛い雰囲気があったりとか、日本語上手だねって思ってもらえるとは思いますが、犬がワンワン鳴いていますとかだと、犬が鳴いていますとか、オノマトペの部分がなくても通じるとは思うんですね。なのでそのオノマトペを使えるようになると、よりどういう風に鳴いているのかなとか、そういうのがイメージしやすくなるとは思うんですが、絶対に覚えないといけないものでもないかなと思うので、気軽にリラックスしながら最後まで聞いてもらえたらなと思います。4000語以上あるということは、日本人の私も実は知らなかったことになるのですが、4000語以上あるとなると、日本人はかなりほぼ毎日自然にオノマトペを使っているんじゃないかなと思います。しかも音だけではなくて、食感とか天気、気持ちとかその場の空気感などもオノマトペという音で表現できちゃうんですね。なので今日は日本人がよく使うオノマトペとか、日本語っぽい感覚だったりとか、面白いオノマトペも紹介できたらなと思います。早速一つ目紹介したいなと思うのですが、これは本当に使っている人結構多いなと思うのが、お腹が空いている時のオノマトペがあります。これは
お腹が空いたというふうに言ってももちろん OK なのですが、お腹がペコペコです。このペコペコはお腹が空いているという表現のオノマトペになります。お腹が空くタイミングって朝昼晩一日の中で1回ではなく何回も起きますよね。なのでこのペコペコという表現は本当によく使うと思います。今日お仕事頑張ったからもうお腹ペコペコとか、お仕事忙しくてお昼ご飯食べられなかったからお腹ペコペコというふうによく使います。他にもお仕事頑張って疲れたという表現をしたいときにヘトヘトという言葉も使います。もう今日朝早くから夜遅くまでお仕事して本当にヘトヘトとか、もうヘトヘトで動けないとか、こんな風に使います。あとは怒っているとき、気分が悪いとき、誰かに対して怒っている感情があるときにも使う言葉があります。それはイライラ、イライラ、この表現になります。もうイライラするというふうに怒っているとか、今私怒ってるという代わりにイライラするというふうに言うことがあります。あとはこれ少し難しいかなと思うのですが、ドキドキするという音もよく使います。これは心臓が実際にドクンドクンと波打っている様子を音にしたものなのですが、心臓がバク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 ドキ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 するときっていろんなシチュエーションがあると思います。例えば緊張しているとき、今から大人数の人の前でお話しするけどドキドキする、緊張している時にももちろん使えますし、二つ目が例えば好きな人が急に目の前に現れて、わ、嬉しい、私の好きな人が目の前に現れたというような状態もドキドキするという表現をしたりします。三つ目は怖いものを見ている時とか、すっごく怖い、ドキドキするとかも使ったりします。なのでこのドキドキするという表現は緊張している時だったりとか怖い時にも使ったり、逆にいい感情というか好きな人が来て気分が高まっているような時にも使ったりするので、ネガティブな言葉だとかポジティブな言葉だというよりかは心臓がドキドキと動いているような状態の時に使うというふうに覚えてくださったらいいかなと思います。あとはお肌がツルツルする、お肌が綺麗ですね、肌が綺麗という代わりにツルツルするということができるのと、髪もサラサラする、髪が綺麗ですねということも全然 OK なのですが、サラサラしていますねというふうに表現したりすることもあります。あとは楽しみとか、何か楽しい予定がある前とかにですね、楽しみとか明日とっても楽しみだなとか、そういう時にも使う表現があるのですが、ワクワクです。これはスパイファミリーというアニメを見たことがある方は、聞いたことがある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うのですが、何か楽しみなことがある、今から楽しそうなことが起こるような気がするという時にワクワクと言います。
ワクワクということだけでも使いますが、ワクワクするとか、すっごくワクワクするというふうに、音だけじゃなくて文章の中で単語の一つとして使うこともあります。例えば旅行に行く前日だったりとか、飛行機に乗った瞬間だったりとか、好きなアーティストのコンサートに行くとか、そういう楽しいことが今から待っているような気がする時にワクワクという言葉を使います。また、日本人は食感もオノマトペという音で表現するんですね。例えば、サクサクとか、ふわふわとか、もちもち、カリカリ、トロトロとか、これ全部食べ物に関するオノマトペになります。日本のテレビを見て何か食べてもらうような、美味しい料理を食べて感想を言うようなテレビ番組などを見てもらったらわかると思うのですが、本当にこのオノマトペたくさん出てきます。それだけオノマトペで表現することで、これ今見てるこの食べ物はこういう感じなんだということがより鮮明に想像できるから使うのかなと思います。なのでパンを食べるとしたら、このパンとってもふわふわですとか、外はカリッとしてるけど中はもちもちで美味しいですとか言うと、パンをただ画像で見せられたり動画で見せられたりしているより、外はカリッとしていて中はふわふわでもちもちなんだということが音だけでより正確に伝えることができるんですね。このチーズもトロトロですというふうにすくってただ見せるだけじゃなくて、このチーズすっごくトロトロですというふうに見せると、確かにすごく美味しそうだなというふうに日本人はこのオノマトペを使うことで美味しそうだなという、食べたいなという欲が増すんですね。多くなります。より食べたくなります。あとはこの食べ物とか動物とか、この感情にもオノマトペ使うというふうにお話ししたのですが、実はこの雰囲気とかにもよく使うんですね。実際どんな時に使うのかと言いますと、例えば新しいクラスになって初日を迎えたとします。教室に扉を開けて入ってみたら、人はたくさんいるのに誰も一言もお話をしていない時あると思うんですけど、その時に教室の中ってすっごく静かですよね。そういった時に漫画とかアニメとかでよく文字で書いてあることもあるんじゃないかなと思うのですが、シーンというふうに書いていると思います。このシーンという言葉だけで、今なんだかすっごく静かで緊張感があったりとか、気まずい雰囲気が流れているのかなというふうに想像することができます。なので今すっごくシーンとしているねとか、それこそ今さっきお話しした教室の中すっごく静かだったら、隣の友達とかにねえねえ、今なんでこんなに教室シーンとしてるのかなとか、そういう風にお話しする中で使ったりもします。これは日本人が実際に使う言葉だけではなくて、この空気感みたいなものも大事にするから、こういう言葉があるのかなとか考えたりして、
そういう風に考えると、日本ならではの表現というか、言葉なのかなという風に思いました。このオノマトペは、大人もよく使うのですが、赤ちゃんとか小さい子供とお話しするときにもよく使われています。なので、小さい子に、見て見て、犬がいるよとか、犬が走ってるよとか、という風にお話しするよりかは、ワンワン来たよとか、ワンワンかわいいねという風にお話しすることが結構あります。なので、日本人は小さい頃からオノマトペをたくさん聞いて、犬という言葉を覚える前からワンワンというオノマトペの音を覚えて育っているんだなということがわかるかなと思います。日本の漫画とかアニメとかを見てもらったら、何かが爆発するシーンとか、ドーンと絵で描かれているだけじゃなくて、ドーンというふうに文字が書いてあることも結構あるんじゃないかなと思うのですが、そういうふうに日常的にも使うし、小さい子にも使うし、アニメとかにもたくさん出てくるので、4000語以上になるんじゃないかなと思います。今回このポッドキャストを作る上で少し調べてみたのですが、日本人は本当に日常的にこのオノマトペを使っているので、あんまり特別な表現だと思っている人はいないんじゃないかなと思います。でも、日本語を勉強している方からすると、その音は、例えばふわふわするとかカリカリするとか食べ物のことって見て実際にそれがどうなっているのか見て一つ一つ覚えないとすごく難しい表現かなとも思います。私も今韓国語を勉強しているのですが、このオノマトペの音は日本人で日本語での表現がもう普通になってしまっているからこそ、外国語のオノマトペって違和感があるし、聞いただけでは全然理解できないことも多いんですね。なので、日本人とお話しするときに、日本人は当たり前に使っているかもしれませんが、わからないときは、これ今のはどういう意味の表現ですかとか、聞いてみてもいいかなと思うのと、皆さんの国のオノマトペを逆に教えてもらっても、日本では当たり前に言っていたけど、他の国では全然違う言い方があるんだとか、とっても面白そうだなと思うので、怖がらずに楽に日本人とお話しするときも聞いてもらえたらなと思います。はい。ということで、今日はオノマトペについてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？このオノマトペは覚えて使えるようになったらとっても可愛いんじゃないかなと思って、ぜひぜひ紹介したいと思ったのと、日本では本当に日常的に使う表現になってくるので、簡単なものから一つ二つと分かるものを増やしていったら面白いんじゃないかなと思います。また皆さんの国でよく使うオノマトペ、特に犬とかですね、分かりやすいもので言うとワンワンという代わりに皆さんの国では何と言いますか？ぜひぜひ教えてもらえたらなと思います。このチャンネルではこれからも日常的なことや日本の文化についてゆっくりと自然な日本語でお話ししていきたいと思います。ぜひぜひチャンネル登録をして次回以降もたくさん聞いてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。
そして概要欄のリンクから Spotify でも聞いてもらうことができるので、ぜひそちらもチェックしてもらえたらなと思います。はい、ということで今日も最後まで聞いてくださった方、本当にお疲れ様でした。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シロでした。